戸川日本庭園研究室の戸川です。今回は庭木の手入れと枝の詰め方を紹介したいと思います。庭園管理では木を美しく見せることも大事ですが、こちらのような枯山水の場合、優れた岩組造形を隠さないことが重要です。透かしについては後ほど詳細なものを挙げたいと思います。それでは解説いたします。これはもうやらなくてもあれないので、わかりますかね。次の台を追っかけてきてる構成してあるのが。ヒバ類はこれはね、環境によって違います。で、針葉樹の場合はもう都内、杉なんかも全然ダメですね。湿気がないんで。やっぱり長野だとか山梨、京都の方、三重の方なんかそうですけど、やっぱ霧深いところ、ああいうところはもう葉っぱがものすごくね綺麗なんですよ。だから排気汗でやれちゃうんでね、都内なんかはもう本当にダメですね。で、詰め方なんですけども、細かく詰める場合とかちょっと詰める場合はこういう感じで何段階かに分けて詰めていきます。こう左右ですね。で、これでも大丈夫です、ヒバの場合は。ところがもういらないなっていう時にはもうここから取っちゃう。はい、こんなふうに取っちゃいますね。もう当たっちゃうんで、ここ歩くとこだからわざとこれ残してるんですね。わかりますかね。これなんかもそうですね。もう出ちゃってるんで、詰めるのは何段階に分けて詰めます。詰めないとこれだったらここで、最終的にはこれで、もっと冷たい時にはもうここから詰めちゃう。で、次追っかけさせてくる。で、これ下がってくるんで、だんだん上がね、ここは歩くところなんでこう開けました。あえてパフォーマンスです。はい。こんなところかな。はい。で、これなんかも一つの例なんです。で、冷たい時にはどこからでも詰められるようになってまして、大体ね、立ち枝払って、これをね、細かくイチョウ透かしとかって言ってね、この葉っぱの先をこう丸くしたり、あと竹べらですね、そういうのでこう昔は取ったりしてました。でもなかなか今はね、そこまでする現場がないので、それで大体こういうちょっとね、ざっくりした仕上げにしてます。で、ある面これが自然風だと思うんですよね。あんまりその作為がないというか。で、昔は亀甲透かしとか言いまして、亀甲透かし、宮間透かしとかこう三つ割りするとか、ただこれ地方によってバカにされたりする場合もあります。京都の方なんか行くとサバーなんて言ってね、こうやって2つなってるのはダメだから必ずこうやって構成しろとか、そういうのは地域によって違うところもあると思います。だから自分が昔からやってきたのは、とにかく木の形は木が作るんだっていう考え方なんですね。で、そこで構成してきましたので、こういう構成の仕方です。全体的に分かりますかね。後の構成のことを考えて、で、こういうふうにもうちょっとね、傷んじゃってるなっていうのはもうこれ取っちゃったらいいかもしれない。枝が傷んじゃってる。こんなふうに。はい。で、ちょっと構成の仕方だけ。で、こうなってましたら、そうですね。枝をすくっていう考え方も大事です。とともに枝を構成するという考え方ですね。必ず外に向いてるようにっていうことです。はい。で、一番最初の冒頭でも言ったように、もうお互いくっついてきて、これを全部完全に上からシャワーで手入れをやるっていう考え方ではなくて、もうついたらもう取っちゃうんですね。あそこを見て分かるように元から取るんです。あのシーンもそうなんです。こっちがもうどんどん大きくなって、それを無理に詰めていくと結局かっこ悪くなっちゃうんですよ。で、年に3回2回3回きちっとした枝がさばける、予算と時間があればある程度のことはできますが、年に1回しかできないとか、そうですね、私ここ一人で3日で全部やってましたから、そういう状況の場合はやっぱり片方を詰めていってなくしていくという方法ですね。はい。で、あとは下この間草刈りやりましたけど、人が入って、私がこれ草刈りやってるわけではないので、お客さんがやってますから、なるべくもう草が刈りやすいようにっていうことで下はすっきりさせます。
ね、よく町屋とかね、坪庭なんか見ると、こう下ね、苔があって、下草があって、すごく綺麗だなと思いますけど、あれはね、もう毎日毎日そこやってられる方々はいいですが、現実にはなかなか大変なんですね、管理っていうのは。で、これはまあ、この間動画撮りましたけど、ナイロンで飛ばして苔を出します、全体的に。で、ここで生えた苔なんで、これ枯れません。ね、枯れないです。で、あと掃除がしやすいっていうことと、ゴミがたまらない、ように心がけてます。はい。で、まあ、ここのご主人、竹が好きだったんで、竹をこういろんなところ、いろんな種類の竹植えてますけど、はい。大体そんなところですかね。どうですか。ちょっと今、質問でいいですか。いいよ。例えば、ここの枝あるじゃないですか。はいはいはい。ここの枝をもし詰めるっていう場合ですと、まあ結局詰めるっていうのはここを引っ込めるってことだから、先端を、そうこれをただ取るってことはないんですよ。これはなんでかって言って、これが将来ここに行くんで、ここ詰めた場合です。そう、結局どういうことかっていうと、ここに今ありますよね。だから、これ第一段階ここで詰めますって言ってこうなるわけですよ。で次の段階ここで詰めますってここになるわけ。なるほど。ところが今の段階でここで詰めると、ここから吹いちゃってダメになるんで、吹いちゃうっていうのはある程度いっぱい出てきちゃうってことですか。根が、ある程度これが太くなってから詰める。なるほどね。だからこれ今追っかけてますよね。今の段階でこれでギリギリぐらい、もうちょっと太くなると、これがもうちょっと太くなって外に出たらどんどん戻してここで詰めて、最終的にはここで詰める。ということは、その次の世代の部分がどれだけ育ってるかっていうのを見極めて詰める。ここまで戻していいかなっていう、そういうことですね。そういう判断をするってことですね。そういうことです。で、将来的に例えばこれがなくなってもこれがあるんですよ。これ必ず追っかけてきます。で、これが追っかけてきますから、これが。そうすると今ちょっとこうほら絡んじゃってますけども、こうやってね、これ取っちゃえばこれがここ行くんで。なるほどね。だからこれ例えば詰めてっていうことで、これがなくなったとしますよ。全くこうもう全部ないと。でも必ずこれがなくなってもこれが追っかけてくるんで、ずーっとこっちに。じゃあここで切って、そうこれが太くなってグイーンって外側に広がってくるっていうことですね。でね、ここで切って太くなるっていうのは違う。ある程度の太さになって養分が均等にこっちに行くようになったら詰める。なるほど。だからこれを切って太くするっていう考え方はダメです。そういうことですね。じゃあなんて受精っていうんですか、そういう勢いに任せてこっちの方に多く流れて、ある程度太くなったのを見極めてから、そういうことです。切るということですね。あくまでも木に任せるということですね。そういうことです。だからこの今の段階でこれ残してもダメなんです。この太い枝に対してこれ一本じゃダメなんです。やっぱりこの太さに対してやっぱり均等にこう養分がいってるわけですよ。ね、水分養分が、ある程度の太さになって、これがこの元の枝に対して養分が養えるぐらいになったらここまで戻す。今の段階でここ戻すと必ずこっちが枯れるんです。焼けて結局ここしか養分上がらないから、そうするとここの辺がもう枯れてきちゃう。でこちらもみんなそうなんですけども、ある程度その養分と気の流れっていうか、それを見極めてから戻すことが重要ですね。なるほど。だからこれはね、本に書いて伝えられるかってなかなか伝えられないと思うんですね。でこれ口で言っても多分わからないと思うんですよ。じゃあ逆に言うと、もう自分たちで見てそれを見極めるしかないので、重要なのは自分たちの目で見て毎日観察することですよね。あと例えば要するに次世代候補じゃないもの、これもちょっとあれですけど、こういうものは取っても構わない。いや、取らない方がいいです。これは取らない方がいい。立っちゃって上行っちゃってるのは取っちゃったわけで。立ち枝ってやつですね。でなぜ立ち枝が良くないかっていうと、立ち枝って上行っちゃうんですよ。梅なんかもそうですけど、どんどん上がっていっちゃうんです、上には。だからよく徒長枝って言って取らないと、この辺からぴょんぴょん上がってるの、あそこにあるじゃん、あそこに悪いのが。あれですか。そうああいうのがどんどん上に上がっちゃう。なかなかやっぱりちょっとじゃあこっちを残すこっちを切るっていう判断はすごい難しいですね、やっぱりね。でそれは逆に言えば業者さん
よりも一般の方の方が見極めやすいと思います。業者はね、どうしても仕事こなさないといけないんですよ。そこがやっぱり問題なんです。例えば今日中にこれ全部忘れとか、そういう制約があるんですけど、一般の方はこれ見てられるんでね。だから業者さんもそれに習ってやればいいと思います。で、結果的にこの手入れが一番早いです。仕事も早いし。で、早くバチ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 切っても絶対早くは終わらないです。これをやると大体3年から5年で植木の手入れの手間ですね、労働力、半分とか3分の1になります。5年ぐらいすると、なっちゃいます。で、私なんか本当にこれ全部手入れして掃除して一人で3日でやってましたから、でいつでもどこでも詰められる、でその年ちょっと触らない方がいいなと思ったら触らない。で、弱ってる時だとか元気がない時はね、無理にやらない方がいいと思うんです。で、大事なのはあそこなんかもあれ葉が黄色くなってますよね。あの辺がちょっと傷んでるなっていう感じなんです、あれね。でね、傷むとね、枝先があって傷んでくるとね、必ずね、こうやって吹いてくるんです、ここが。ほら、これ枝先傷んでっからなんですよ。そう。でも秋になったら、これはこっから来ちゃう、こっから。よく見てください。これもうダメなんです、この枝は。この枝ダメなんで、まだ今夏ですけど、これ秋になったらここで切っちゃう。ここ取って太いとこから。そこで切っちゃう。そう、ここで切っちゃう。これをだからここで切ってふかすんじゃなくって、これ全部戻してここで切っちゃう。ここに取ってください。ここで切るんです。これ自体は要はどういうことかというと、この太さに対してもう少ないんですよ、あげる葉っぱが。で、これはさっきも言ったようにこっちを出してくるんで、こっちの種木がメインなんで、これは将来的になくそうと思ってますから、これで全部切ってここから切っちゃう。で、将来的にこれもどんどん下げてきて、最後は全部ここから取っちゃう。で、もしここから下から出てきたら、その下から出てきたもので構成するっていうことですね。はい。これ青木ですけども、これはもう取っちゃってるって言われてますから。で、基本的にこういうものっていうのはね、葉っぱを取るのがいいです。よく見る。葉っぱ取るだけでやりますね。手だけで。こうやって。南天なんかもそうなんですけど、基本こうやってね、葉っぱを取るんです。で、わかんないなって思ったら、もう葉っぱだけ取ってりゃいいんです、こうやって。葉っぱだけ取ってるの綺麗に見える。極端なこと言うと、こう。先ほどの枝ぶりを判断するっていう、この前段階で、やっぱりある程度こうやって葉っぱをむしって、そうですね。枝の形を見やすくするってのは見やすくするっていうのは手間がかかりますけども、悪い方法じゃないと思います。で、私なんかやっぱ若い時そうでしたよ。ずっと葉っぱ取ってました、こうやって。で、葉っぱ取って、で、全体的に見て、どうやってやろうかなって言って、それでこっち取って、あっち取ってってやってましたね。これは悪い方法じゃないです。で、枝を見切るための練習としては、そんなに葉っぱ取る手間って慣れれば変わらないんですよ。例えばこの辺でね、こうやって取って。葉っぱをどんどん取っていく。で、先っぽね、だけちょっとこうやって残して。わかりますか？最近これわかりますかねっていう言い方が癖になっちゃう。特に葉っぱを取ったからすごく弱るっていう心配はしなくても心配しなくていいですよね。そんなにはないですね。極端に取ると弱ることは弱ります。ただ弱る弱んないってどっちの判断って言われたら弱ります、これは絶対に。ただそんなにちょっと払うぐらいだったら大丈夫と思います、ね。この程度なら大丈夫。この程度なら大丈夫ですね。でそれからさばいていくっていうのが一つの手ですね。ちょっとここだけ最後にそれでやってみましょうか。で、こっちからこう見て、それで基本的にこれ立ってますよね。細かいこと言いますよ。やっぱりこれね、こっち側に行っちゃうんで、これ取っちゃう。で、重なってるところ取りまして、で、2本重なってるんで、こっちも取っちゃう。で、これ、間をちょっと取って、で、これなんかもそうですね。立ち枝を払って、
立ち枝を払って、でこれ芯止めるのダメっていう人もいます。やっぱりこっちで払えっていう人もいる。うん、これはあんまりカクンと極端に曲がるようなところはダメですね。で私はね、ここの一辺がね90度以内に収まると綺麗に見えると思うんですよ。でなぜかって言いますと90度っていうのはね、どこで見ましょうかな。あ、ここはいいや。じゃあちょっと悪い例言いますね。はい、いいですか。これよく見てください。一辺が例えばこことここ、こことここ、こことここってだいたい30度とか45度ぐらいじゃないですか。90度って言うとこういうのなんですよ。とこうするとあんまり良くないと思って、私はこれはやらないです。これをだから京都で言われるサバってやつですよね。これ不自然じゃないですか。先がこうなってる。90度以内のも以内で構成するようにします。この先端がね、常に。そうするとね、割と自然に見えると思います。わかりますよね、90度の意味が。こう開いちゃうんで、ピタッと。もうこれどんな木でも一緒です。例えばこう。例えば、まあ、この枝ちょっとサンプルにしますけど、見てもらえば分かるように、極端に開いちゃうとやっぱり良くないと思うんですよ。どうしようかな。このくらいだったらまあ OK かな。まあこのくらいだったら OK かな。でも、まあこのくらいだったら大丈夫ですけど、あんまり極端にこう開いちゃうのは良くない。で、梅は大体外にっていうことで、昔はね、梅の木は裸で登れるようにしろって言われて、こうやって登っても全部、ここで調整してます。わかりますか。で、ここでもう大体こう上がっていって、パチパチ払うんです。大体この木1本やるのにね、30分から1時間ぐらいです。その大きい木でも大体半日がかかんないんで2時間ぐらいなんで。で、それなんでこうやって早くできるかっていうと、枝をきちっと構成してるから、いつでも戻せるようになってるんで。ただここをいい加減にバツバツって切っちゃうともうあと治んないです。ここまでするのには大変。かなり大変です。あれ最初大変でしたもん。枝の構成してなかったんで。で、大体ここは5年目ぐらいから、もう、そうですね、手間暇が減りましたね。ある面ね、私一番研究したっていうか一番力入れたのはこの庭木の手入れなんですよ。松もそうですけど、例えばこの梅の木の直角に曲がってるやつあるじゃないですか。これはもう風情です。全然大丈夫です。ここまで行っちゃえばもう大丈夫。特に問題はないということですね。松なんかもあるんですよ。こう逆さまになってる、こうなってるとかこうなってるとか。でもある程度この太さがある程度の太さまでいって行った場合にはそれはもう大丈夫ですね。なるほど。で向こうから見た時とか横から見た時全体的にこう外に広がってるっていう感じがあればいいと思うんですよ。そうですね。そうするとやっぱり綺麗に見えると思います。でこれ葉っぱ落ちるんです全部。でその時に秋になったらもう一回枝の先をきちっと構成して外目で払うと次の台が出てくる。こういうのじゃないですか。かっこいい。なかなか、わかりますよね。どこにもかっこいいって言ってさ、切れっ端が残ってないでしょ。切れっ端がないですね。ないでしょ。あれかっこいいって言って京都なんですよ。グッパ上がってますから。私は幸いにもね、20代の頃、もう早い頃にこれ厳しく言われてたんで、今でもいつでもこうやってきちっと払えるようになってます。だから裸で登れるっていう意味はそうなんですよ。そういうことなんですね。ですのでこういう細かいところですけど、ちょっと枝の払い方もきちっとこうすればね、巻き込むんです。でここでブツッと切った場合、ここからバーンと吹くんです。車間でビャーンって、吹いちゃったらもう戻らないんで、もうここから戻しちゃうしかないですね。でこれね、本当の意味で言うとこの間いらないんです。なんでつけてるかって、上がってき楽なんです、こうやってでもこれ結構重要なんですよ。年取ってくると上がるの結構大変になってくるんで、
で、若い時ははしごかけたり、どんなところでもこうやって逆さまになったりしてこうやってやってられましたけど、年取ってくるとね、結構大変なんで、ある程度登ってやるものは登りやすいように。そして、やっぱこういう枝も手かけるの楽だなと思ったら、かけやすいよ。じゃないと、これないと、だってはしご持ってこないですよね。ほとんどはしごいらないんだけど、はしご使ったことないんで。そういうことですね。で、あと大事なのはこれ岩組とこの庭なんで、まあその庭の造形を隠さないようにすることが大事です。だから特にこの枯れ竹ですね。この竹の岩組。こういうところを隠さないように枝は取った方がいいと思います。じゃあよく竹材の松とかね、こういうところにこう枝がこういってんのがいいっていう考え方もありますが、私なんかはそういう教えではなかったし、自分もそれがこの方法の方が正しいと思ってるんで、せっかくね立派な岩組造形があるので、これは隠さないようにしています。はい。一番いけないのはね、こういう借りてるとダメなんです。こうやって借りてる。これダメです。必ずこう見て、こう考える。わかります？こう考えたらダメ。で、こう考えちゃダメ。例えばここなんかもそうですけど、この曲線を見るときに必ず自分がいるとこ見て、こう考えなきゃダメ。こう考えなきゃ。ここもそう。もう必ずこう考えなきゃダメ。これを、あと、まあこれはいいんですけど、これはいいんですけども、こうやって買ってるって言うけど、これ絶対ダメ。これ絶対平らにならないから。まあなるべく刃先と目線を同じ高さにする。本当のね、達人っているんですよ。これ昔いたんですよ。こうやって買って平らに買っちゃう人が。でもそのレベルになるには、もう本当にね、365日買ってるような人だから、その人は。もう、まあ365日って言ったらちょっとオーバーだけど、もう毎日やってる人いるんですよ。こればっかりやってる人は。その人はもう見なくても枯れんじゃないかっていう領域まで行きます。だからが、普通はもうやっぱりね、こうやってって見ながら、必ずこう刈る。こう刈る。で、返してこう刈ってくる。こうやってやって見ながら刈る。これ重要です。で、見る方からこうやって見て刈る。それが結構重要です。はい、大体それです。今回の動画解説は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。